ごきげんよう、今回は CB125T をシーケンシャルウインカー化していきたいと思います。今、背景に映っているのが完成したウインカーです。はっきり言って既製品を買った方が安くて早いとは思いますが、この車体が貴重なノーマル個体だったので、外観は変えない、純正配線は切らないという方針で、純正ウインカーにバルブ交換のみで済むように自作しました。素人作業ですので、間違っているかもしれません。その点はご了承ください。これが今回の設計イメージです。5個 ×5 列の LED を 12F1822 というピックマイコンで制御します。マイコンは 5V 駆動なのでレギュレータが必要です。しかし、5個直列の LED は 10.5V くらいの電圧が必要なので、マイコンで直接点灯させることはできません。なので、LED には 12V のウインカー信号をトランジスタを介して接続し、トランジスタのオンオフをマイコンで制御する形になります。また、可変抵抗で点灯速度が調節できるようにもします。こちらが回路図です。ここがウインカー信号からピック用の 5V を作っている3端子レギュレータです。周りの抵抗やダイオード、コンデンサは、安定駆動のために AI におすすめされた通り付けていますが、実際はいらないものもあるかもしれません。この抵抗はダミー負荷です。実は最初これを入れてなくて、動画のように、出したウインカーと反対側のウインカーも光ってしまいました。知らなかったのですが、メーター内のパイロットランプに流れる電流は反対のウインカーを通ってグラウンドに落ちているようです。普通のバルブなら光らない程度の電流なのですが、LED に変えたので光ってしまっていたのでした。そのため、ダミー負荷を入れて電流を消費することで、反対側のウインカーが光らないようにしています。そしてこれがマイコンです。12F1822 は小型のマイコンで、8ピンしかありません。2ピンは電源とグラウンドです。写真のような書き込み機でプログラムを書き込むことで、残りの6ピンを使って、色々なことができます。速度調整用の可変抵抗からの入力と、LED オンオフの制御5列分で残りの6ピンちょうどに思えますが、実際は4番ピンが機能的に LED にも点灯速度調整にも使えないので、7番ピンを可変抵抗の入力と LED 制御の2役で使っています。ここが可変抵抗です。LED のスイッチも兼ねてるので、トランジスタがオンにならない程度の低い電圧の範囲で変化するように工夫しています。ここが5個直列の LED とトランジスタです。あとの4列は残りの4ピンに接続しています。プログラム的にはウインカー信号で起動したら可変抵抗で調節した電圧の値を読み取り、流れる速度を決定して、あとは順番に5列の LED を光らせて待機します。ウインカー信号オフで消灯します。ブレッドボード上でテストしてから実際に組んでいきます。最終的に LED の電流制限抵抗を 270Ω から 220Ω に変えましたが、これがウインカー1つあたりに必要なパーツです。5cm×5cm の基板に LED を並べ、他のパーツは別の小型の基板にしました。ちなみにダミー負荷は何度か付け直し、最終的に 3W100Ω にしました。車体に取り付けていきます。スペース的にはぴったり収まったと思います。基板をテープで保護はしましたが、防水処理は甘いので不具合が出るかもしれません。念のため、ノーマルバルブは常備したいと思います。純正リレーはバイメタル式で、LED 化したら点滅しなかったので、IC リレーに交換します。速度調節ができるタイプにしました。とりあえず、これで完成とします。一応ピックマイコンを使って思った通りの感じにできたので満足です。耐久性などはこれから検証していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。